チョコ美味しかったですね。なかなかいける味だったわ。やっと見つけた。ゆかりとゾチジッソ。いや、あかりなんですけど。そんなことよりも、私の関西弁知らんか？こないだ漬物の重しに使った後、あなたに返したはずだけど。いや、あれ方言ですよね。もしかしたら、葵が勝手に乗り回してるのかもしれんな。いや、だから、あれは方言ですよね。まあ、適当に見かけたら連絡プリーズ。ほんと、葵と茜は姉妹の割に性格がバラバラね。でもよく、兄弟は生まれた順で性格が違うって言うじゃないですか。最近は別にそんなことないんじゃない？って言われたりしてるわよ。へえ、私はその話を初めて聞きました。あらそう。じゃあ今回は、それ以外の話も含めて解説してあげるわ。うちもチョコ食べたい。葵さん、さっきあかねさんが関西弁を返してほしいって言ってましたよ。あかりはけったいなこと言うな。関西弁は方言やで。さて今回は、地味に有名だけど、最近怪しくなってきた研究紹介シリーズです。あれ？私たちの動画はシリーズものやってましたっけ？いやたった今シリーズ化したけど、以前から若干タイトルが違うだけで似たような内容の動画を作ってるから、そんなに違いなくねって話よ。まあそうですね。なら、今回はどんな研究を紹介してくれるんですか？まず最初に紹介するのは、出生順で性格が変わるって説についてよ。なんか、弟より兄の方がしっかり者に育つとか、逆に下の子は自由奔放な性格になるとか言われてるけど、実際それって本当なの？ということで、マックス・プランク研究所が出した1万人以上のデータを調べた観察研究なんかを見ると、なんと、生まれ順とビッグ5の関係を調べた結果、生まれ順で性格が変わるような事実は、特に確認はされなかったそうです。私は基本一人っ子なんで、あんまり気にしたことないですけどね。この実験の興味深いところは、人生の満足度、他人への信頼、忍耐力、政治的な好みなどをチェックしても、やはり、生まれ順との相関は見つからなかったところです。実は、この問題、2015年のメタ分析でも言われてたことで、生まれ順の研究は、食い違いが多すぎて信頼度が低いという結論になっています。今回の研究は、統計処理がちゃんとしているので、観察研究でもそれなりには信頼がおけるのではないかと思います。てか、そもそもなぜ出生順が性格に影響するという説が広まったのかについては、研究チームは、初めて育てる子供が大泣きした場合、母親は、この子は不安傾向が高いのかもしれない、と思う可能性が高い。しかし、次に生まれた子供が大泣きした場合、母親はすでに子育ての知識や経験があるので、赤ちゃんとしては普通だな、と考えるだろう。つまり、生まれ順で性格が違うのではなく、育てる側の赤ちゃんに対する認識が変化したのではないかと考えているようです。生まれた順で性格が決まるって説は、私も信じてた方なので、それなりに衝撃は走りましたよ。まあ、半ば常識化した考えに逆らう研究を見ると、そう感じる人もいるかもね。じゃ、そのまま次の研究を紹介していきます。ところで皆さんは、弱いつながりという言葉をご存知でしょうか？これは、社会学者のマーク・グラノベターが、弱いつながりの強さという論文で提唱した理論で、簡単に言えば、新しい職を探すときは、たまに会うくらいの友人に頼った方が役に立つという現象を指します。研究の内容は、グラノベターが過去5年内に転職したビジネスマンにインタビュー調査を行い、次の仕事を探すために最も役に立った情報源は何かを調べ上げました。すると、大半の人は友人や知人を介して転職の情報を得ており、さらに、そのうちの 83% は、元の職場の外で知り合った弱いつながりを使って転職に成功していたのです。なんか SNS とかでも、たまに弱いつながりを増やそうって話を聞きますよ。そうね、確かに聞くこともあるわ。そもそも、なんで弱いつながりがいいのかといえば、身近な親友や同僚のような強いつながりを持つ人たちは、生活環境が自分と似ているケースが多く、その分だけ、
基地の情報しか入ってこなくなります。一方で、飲み会でたまに会う人や遠い親戚などは、自分とは違う生活をしている可能性が高いため、新しい分野に関する情報が入手できるのです。そして、この研究結果は、瞬く間に世界へ広がり、ビジネスの世界に大きな影響を与えました。今では、異業種交流会や SNS を使って、なんとなくの知り合いを増やそう。といったアドバイスが喧伝される場面もよく見かけます。ところが、弱いつながりが有名になりすぎたせいか、その後の研究で、いくつかのアップデートが加わったことはあまり知られていません。確か進化心理学的に言えば、人間の付き合える限界の人数は言っても150人程度ですから、それ以上になると、顔や名前を忘れたり、付き合いが疎遠になりやすいわけで、その傾向は SNS や LINE でも変わりません。そしてグラノベターの研究は、1970年代の初めに行われたものであり、現在の給食市場には当てはまらない面も少なくないのです。例えば、代表的な研究として、人類学者のイラナ・ガーションが2014年に行った調査を見てみましょう。ガーションは、グラノベターの調査と同じように、複数のビジネスマンから380の転職事例を集め、弱いつながりは、現代でも重要なのかを再検証しました。その結果は、弱い結びつきが職探しに役立ったケースは全体の 17% で、一方、転職に成功した人の 60% は、親友や同僚などの強いつながりの方が役に立ったと回答しました。どうやら現代では、親友、同僚、上司のように、身近な他人の方が仕事探しには役立つようです。友達は大事にしましょう。さて、ここからちょっと深くなってくるわよ。お次に紹介するのは、あのマシュマロテストです。もしかしたら名前くらいは聞いたことのある人がいるかもしれませんが、マシュマロテストとは、ウォルター・ミシェルという人が行った実験のことですが、そもそも、マシュマロテストという名前の実験はありません。これは本人が、著書、マシュマロテストの中でも言っているように、もともとはマスメディアによって付けられた名前です。本当の名前は、先延ばしされたものの、より価値のある報酬のために、未熟学児が自ら課した、即時の欲求充足の先延ばしパラダイスです。これを、コラムニストのデイビッド・ブルックスが、マシュマロと公共政策という題名にして、ニューヨーク・タイムズ紙に載せて、その後、マスメディアによってマシュマロテストとされました。で、肝心の実験内容は、実験者が4歳の子供たちの目の前に1個のマシュマロを置いて、すぐ食べずに15分待てたら、もう一つマシュマロをあげると言い残し、実験者は部屋の外へ出ていくというシンプルなものです。つまり、幼稚園に入る前の子供は、目の前に出されたマシュマロを、どんだけ我慢できんの？という自己コントロール能力を確かめる実験でした。そして、長くマシュマロを食べずにいた子供は、将来、学業で優秀な成績を出したり、仕事で結構稼げるよという結果になり、逆に、20年にわたって子供たちを追跡調査したところ、マシュマロを我慢できなかった子供ほど、肥満の割合が高く、コミュニケーション能力も低いし、ドラッグや犯罪に手を染める確率が高いという結果になりました。私は多分、マシュマロがテーブルに置かれた瞬間に、吸い込むように食べちゃいそうです。本当にそうなら、あなたは待てる待てないの基準にすら立ってないわね。てか、どんだけ我慢できないんだよって話なんだけど。まあいいわ。それに近頃行われた、ニューヨーク大学とカリフォルニア大学の共同研究では、910人の子供を対象にして、マシュマロを7分我慢できたら、もう1個あげるよと伝え、実験後、子供たちが大人になって、どのような人生を歩んだのかチェックしました。結果は、マシュマロを7分より多く待つことができた子供ほど、成長してから、学校の成績が良く、数学の能力も高い傾向にあったそうです。この結果だけ見ると、マシュマロテストは問題なさそうに見えますが、一方で、両親の教育レベルと経済状況を組み込むと、マシュマロテストの効果が消えるということも分かっています。つまり、金持ちで学歴がある家庭で育った子供ほど、目の前の欲望に強く、逆に貧しくて、両親が大学を出てない家で育った子供は、目の前の欲望に弱いってことです。本当に大事なのは、我慢できる能力ではなく、単に、良い家庭で育ったかどうかで、人生の成功が決まるという割と当たり前な話になりました。
なんすか、その血も涙も金も地位もない話は。まあぶっちゃけ、マシュマロテストで測ってる能力って、基本的にはいかに嫌なことに耐えられるかという能力なんですが、近年のセルフコントロール研究では、他の子も我慢できたと言われた子供ほど、そうでない子供に比べて、マシュマロを我慢する確率が2倍になったり、嫌なことを耐えるのではなく、そもそも誘惑がない環境を作る方が大事だよねって考えの方が主流になりつつあります。つまり、目先の欲望を我慢できる人は、別に他人よりも忍耐力があるわけではなくて、単に誘惑が多い環境に身を置かない回避能力が高いだけだよねって話です。オリジナルのマシュマロテストは、実験が行われてから40年以上も経ってますから、当時の基準が現代の基準とやはりずれてしまっているのかもしれませんね。確かにそうね。じゃ今回は、最後の研究を紹介して終わりにしたいと思います。最後を飾るのは、グリッドです。グリッドとは、ここ数年で、人生の成功に必要な最強の要素。と言われる、度胸、復元力、自発性、執念の頭文字を取ったもので、やり抜く力という意味で使われています。そして、グリッドを提唱したのが、ペンシルベニア大学教授のアンジェラ・ダックワースです。彼女は、心理学の研究者になる前、中学校で教師をしていた経歴を持ち、成功している人の共通点がグリッドだということを発見しただけでなく、グリッドは、生まれ持った才能ではなく、後天的に伸ばすことが可能だと唱えました。確かに、ここ数年のビジネス書では、これぞ成功の鍵、みたいな風潮がありますね。特に、グリッドは後天的に鍛えられるというところが魅力なのかもしれませんが。研究者が、アンジェラの研究データを計算し直したところ、結果は、グリッドの高さと学問の成績は、相関が 0.18 しかなく、かろうじて、大学の成績については 0.5 になるようです。これは一応、統計的に意味はありますが、書籍で言われているほどのメリットはありません。また、新しい研究では、グリッドと遺伝子の関係についてロンドン大学が調べ、16歳の双子4500人を対象にして、全員にグリッド検査票を渡して、私はどんな障害でもくじけない、や、2、3ヶ月以上かかるプロジェクトに集中するのは難しい、といった質問に答えてもらいました。その結果は、たとえグリッドがあろうがなかろうが、学校の成績には変化がありませんでした。てかそもそも、やり抜く力、グリッドの提唱者である、アンジェラ・ダックワース博士自身が、2015年の論文で、グリッドの診断テストは信頼性が低い。まだまだグリッドは、現実の教育などに活かせる段階ではないと言っていますし、2004年に出た研究では、グリッドが高い人は、本当ならやめちゃった方がいいゴールにも、無駄に努力をつぎ込み、不要なストレスを抱えるケースも多い、みたいなことを言われたりしています。これに関しては、続報を待つとしか言えませんね。でも、粘り強く努力するってのは、別に間違っているわけではなく、あまりにもグリッドのレベルが高すぎると、やめ時を見失って、無駄な努力をしてしまうから注意した方がいいよねって話ですしね。そうそう。別にこれは努力が無駄って言っているわけじゃないから勘違いしないようにするべきね。まあ、グリッドに幸あれって感じで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。